1番。大学の種類と学費。日本にはいろいろな種類の大学があります。大きく分けると、国立大学、公立大学、私立大学の3つがあります。それぞれの特徴や学費が違うので、入学を考えるときは、よく調べておくことが大切です。国立大学は国が設立した大学です。日本全国にたくさんあります。例えば、東京大学や京都大学はとても有名です。国立大学は学費が私立大学より安いことが多いです。入学試験は難しく、合格するためにたくさん勉強しなければなりません。研究施設が充実していて、学問のレベルも高いと言われています。公立大学は都道府県や市が設立した大学です。国立大学と私立大学の中間くらいのイメージです。学費も国立と同じくらいか少し高いことが多いです。地域に関係する研究や授業を大事にしている大学も多いです。私立大学は民間の団体や法人が作った大学です。日本に一番多いのは私立大学で全国に数百校あります。有名な私立大学としては、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学などがあります。私立大学は学費が国立や公立より高いことが多いです。特に理系の学部は設備費がかかるため、学費が年間150万円以上になることもあります。日本の大学の学費は大学の種類と学部によってかなり違います。例えば、国立大学の学費は入学金が約28万円、年間授業料が約54万円です。私立大学は入学金が20万円から30万円、年間授業料が80万円から150万円くらいかかります。理工系や医学部はさらに高くなることが多いです。学費のほかに教科書代、施設利用料、サークル活動の費用なども必要です。そのため、生活費を合わせると年間でかなり大きなお金が必要になります。多くの学生は奨学金を借りたり、アルバイトをして生活費を助けたりしています。日本学生支援機構の奨学金を利用する人も多いです。大学を選ぶときは学びたい分野だけでなく、学費や生活費についてもよく考えることが大事です。入学する前に
どのくらいお金が必要か、どんな支援があるかを調べて、計画を立てましょう。2番。大学生活の自由な時間と自己管理。日本の大学に入学すると、高校の時と比べて、とても自由な時間が増えます。例えば、授業は毎日、朝から夕方まであるわけではありません。午前中だけ授業があって、午後は何もない日もよくあります。そのため、多くの学生は自分のスケジュールを考えて行動します。自由な時間が多いのはとても良いことですが、その分、自己管理がとても大事になります。例えば、友達と遊んだり、アルバイトをしたり、サークルに参加したりと、いろいろな活動があります。しかし、遊んでばかりいると、必要な単位が取れなくなることもあります。大学生活では、時間の使い方が大きなテーマになります。自分で目標を決めて、計画的に勉強したり、休んだりする力が必要です。最初はうまくいかないこともありますが、だんだん慣れてきます。大学の先生や先輩に相談しながら、自分に合った生活のスタイルを見つけるといいでしょう。3番。入学試験の難しさと留学生の準備。日本の大学に入るためには、入学試験に合格しなければなりません。日本人の高校生は、高校3年生の時にセンター試験や大学ごとの試験を受けます。特に国立大学や有名な私立大学は、試験がとても難しいです。毎日何時間も勉強して準備する人が多いです。外国人留学生の場合もいろいろな準備が必要です。まず、日本語能力試験 JLPT で N2 レベル以上が必要な大学が多いです。さらに EJU 日本留学試験の成績や英語のスコアが必要な場合もあります。志望する大学や学部によって条件が違うので、よく調べておくことが大事です。試験だけでなく、出願書類の準備も大変です。履歴書や志望理由書を書いたり、推薦状をもらったりする必要があります。大学によっては、面接試験や口頭試問もあります。準備に時間がかかるので、早めに計画を立てることが大切です。4番。大学で学ぶことと専門分野。大学に入ると、高校の時よりももっと専門的な勉強をするようになります。最初の1年生の時は、一般教養の授業をたくさん取ります。
例えば、外国語や数学、歴史など、いろいろな分野の知識を学びます。この期間に視野を広げることができます。2年生からは自分が選んだ専門分野の授業が増えていきます。経済学、工学、文学など、それぞれの学部によって学ぶ内容が異なります。好きな分野を深く勉強できるのが大学の魅力です。また、ゼミという少人数のクラスがあります。ゼミでは先生と学生が一緒にテーマを決めて調べたりディスカッションをしたりします。ゼミは自分で考える力を伸ばす良い機会です。3年生や4年生になると卒業研究や卒業論文に取り組む学生も多いです。5番、サークルや部活動での経験。日本の大学にはサークルや部活動がとても多いです。サークルは同じ趣味を持つ人が集まって活動するグループです。例えば、音楽サークル、料理サークル、旅行サークルなど、いろいろな種類があります。サークル活動はとても自由で自分のペースで参加することができます。一方、部活動はスポーツや文化活動を真剣に行う団体です。高校の部活動のように毎日練習があるところもあります。サッカー部やバスケットボール部、吹奏楽部などが人気です。部活動に入ると先輩や仲間と強い絆ができます。練習は大変ですが、大きな大会に出るチャンスもあります。留学生にとってサークルや部活動は日本人の友達を作る良いきっかけになります。文化の違いを学んだり、日本語を練習したりする機会も増えます。最初は勇気がいるかもしれませんが、ぜひ挑戦してみてください。6番、単位の取得とアルバイトの両立。日本の大学では卒業するために単位を集める必要があります。単位は授業に出て課題を出したり試験を受けたりすると取ることができます。授業を休みすぎると単位がもらえないので出席もとても大事です。4年生になると卒業論文を書いたり研究をまとめたりする学部も多いです。そのため最後の1年はとても忙しくなります。早めに計画を立てて必要な単位をきちんと取ることが重要です。また、大学生の多くは
アルバイトをしています。飲食店、コンビニ、家庭教師など様々な仕事があります。アルバイトをすることで生活費を自分で払ったり、社会経験を積んだりすることができます。しかし、働きすぎると勉強がおろそかになることもあります。時間の使い方を考えながら無理をしないようにすることが大切です。大学生活は自由で楽しいですが、自分の責任も大きくなります。上手に時間を管理して充実した学生生活を送りましょう。1番、大学の種類と学費。日本にはいろいろな種類の大学があります。大きく分けると、国立大学、公立大学、私立大学の3つがあります。それぞれの特徴や学費が違うので、入学を考えるときは、よく調べておくことが大切です。国立大学は国が設立した大学です。日本全国にたくさんあります。例えば、東京大学や京都大学はとても有名です。国立大学は学費が私立大学より安いことが多いです。入学試験は難しく、合格するためにたくさん勉強しなければなりません。研究施設が充実していて、学問のレベルも高いと言われています。公立大学は都道府県や市が設立した大学です。国立大学と私立大学の中間くらいのイメージです。学費も国立と同じくらいか少し高いことが多いです。地域に関係する研究や授業を大事にしている大学も多いです。私立大学は民間の団体や法人が作った大学です。日本に一番多いのは私立大学で全国に数百校あります。有名な私立大学としては、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学などがあります。私立大学は学費が国立や公立より高いことが多いです。特に理系の学部は設備費がかかるため、学費が年間150万円以上になることもあります。日本の大学の学費は大学の種類と学部によってかなり違います。例えば、国立大学の学費は入学金が約28万円、年間授業料が約54万円です。私立大学は入学金が20万円から30万円、年間授業料が80万円から150万円くらいかかります。
理工系や医学部はさらに高くなることが多いです。学費の他に、教科書代、施設利用料、サークル活動の費用なども必要です。そのため、生活費を合わせると年間でかなり大きなお金が必要になります。多くの学生は奨学金を借りたり、アルバイトをして生活費を助けたりしています。日本学生支援機構の奨学金を利用する人も多いです。大学を選ぶときは、学びたい分野だけでなく、学費や生活費についてもよく考えることが大事です。入学する前にどのくらいお金が必要か、どんな支援があるかを調べて計画を立てましょう。2番、大学生活の自由な時間と自己管理。日本の大学に入学すると、高校の時と比べてとても自由な時間が増えます。例えば、授業は毎日、朝から夕方まであるわけではありません。午前中だけ授業があって、午後は何もない日もよくあります。そのため、多くの学生は自分のスケジュールを考えて行動します。自由な時間が多いのはとても良いことですが、その分、自己管理がとても大事になります。例えば、友達と遊んだり、アルバイトをしたり、サークルに参加したりと、いろいろな活動があります。しかし、遊んでばかりいると、必要な単位が取れなくなることもあります。大学生活では、時間の使い方が大きなテーマになります。自分で目標を決めて、計画的に勉強したり、休んだりする力が必要です。最初はうまくいかないこともありますが、だんだん慣れてきます。大学の先生や先輩に相談しながら、自分に合った生活のスタイルを見つけるといいでしょう。3番、入学試験の難しさと留学生の準備。日本の大学に入るためには、入学試験に合格しなければなりません。日本人の高校生は、高校3年生の時にセンター試験や大学ごとの試験を受けます。特に国立大学や有名な私立大学は、試験がとても難しいです。毎日何時間も勉強して準備する人が多いです。外国人留学生の場合もいろいろな準備が必要です。まず、日本語能力試験 JLPT で N2 レベル以上が必要な大学が多いです。さらに EJU 日本留学試験の成績や英語のスコアが必要な場合もあります。志望する大学や学部によって条件が違うので、
よく調べておくことが大事です。試験だけでなく、出願書類の準備も大変です。履歴書や死亡理由書を書いたり、推薦状をもらったりする必要があります。大学によっては、面接試験や口頭試問もあります。準備に時間がかかるので、早めに計画を立てることが大切です。4番、大学で学ぶことと専門分野。大学に入ると、高校の時よりももっと専門的な勉強をするようになります。最初の1年生の時は、一般教養の授業をたくさん取ります。例えば、外国語や数学、歴史など、いろいろな分野の知識を学びます。この期間に視野を広げることができます。2年生からは自分が選んだ専門分野の授業が増えていきます。経済学、工学、文学など、それぞれの学部によって学ぶ内容が異なります。好きな分野を深く勉強できるのが大学の魅力です。また、ゼミという少人数のクラスがあります。ゼミでは先生と学生が一緒にテーマを決めて調べたりディスカッションをしたりします。ゼミは自分で考える力を伸ばす良い機会です。3年生や4年生になると卒業研究や卒業論文に取り組む学生も多いです。5番、サークルや部活動での経験。日本の大学にはサークルや部活動がとても多いです。サークルは同じ趣味を持つ人が集まって活動するグループです。例えば、音楽サークル、料理サークル、旅行サークルなど、いろいろな種類があります。サークル活動はとても自由で自分のペースで参加することができます。一方、部活動はスポーツや文化活動を真剣に行う団体です。高校の部活動のように毎日練習があるところもあります。サッカー部やバスケットボール部、吹奏楽部などが人気です。部活動に入ると先輩や仲間と強い絆ができます。練習は大変ですが、大きな大会に出るチャンスもあります。留学生にとってサークルや部活動は日本人の友達を作る良いきっかけになります。文化の違いを学んだり、日本語を練習したりする機会も増えます。最初は勇気がいるかもしれませんが、ぜひ挑戦してみてください。6番、
単位の取得とアルバイトの両立。日本の大学では卒業するために単位を集める必要があります。単位は授業に出て課題を出したり試験を受けたりすると取ることができます。授業を休みすぎると単位がもらえないので出席もとても大事です。4年生になると卒業論文を書いたり研究をまとめたりする学部も多いです。そのため最後の1年はとても忙しくなります。早めに計画を立てて必要な単位をきちんと取ることが重要です。また、大学生の多くはアルバイトをしています。飲食店、コンビニ、家庭教師など様々な仕事があります。アルバイトをすることで生活費を自分で払ったり、社会経験を積んだりすることができます。しかし、働きすぎると勉強がおろそかになることもあります。時間の使い方を考えながら無理をしないようにすることが大切です。大学生活は自由で楽しいですが、自分の責任も大きくなります。上手に時間を管理して充実した学生生活を送りましょう。